今夜は米菲の演習で自衛隊が本格参加した話から行くのだ。しかも実弾まで飛んだのだ。最初から強めね。けど、どうしてそこまで踏み込むことになったのかは気になるわ。海の近くでそんな訓練って想像よりずっと本気じゃん。まずそこから見てこ。まずバリカタンはアメリカとフィリピンの合同演習なのだ。そこに日本も約1400人で入ったってところが今回の大きな変化ね。1400人って学校の全校集会どころじゃない規模じゃん。かなり大きいよね。日本側では水陸機動団のおよそ40人が北イロコス州の海岸で訓練したのだ。水陸機動団って海から上陸する任務を意識した部隊よね。名前からして海寄りだわ。だから海岸で動くのがしっくりくるわけか。体育の持久走とは別世界だよね。アメリカ軍はハイマース、つまり素早く動かせるロケット砲システムを海に向けて発射したり、兵隊型の地対空ミサイルでドローンを落としたりしていたのだ。空と海の両方を意識した訓練ね。ドローンまで相手にしてるのが今っぽいわ。見た目だけ派手じゃなくて実際の動きを止める練習って感じだよね。しかも日本とフィリピンの間では去年から円滑化協定が動いていて、共同訓練の手続きが簡素化されたのだ。つまり前より集まりやすくなったってことね。準備の旅に手間取らないのは大きいわ。部活の合同練習でも手続きが多いと集まる前に疲れるしね。国レベルだともっと大変じゃん。6日には小泉防衛大臣がフィリピンを訪れて訓練を視察する予定なのだ。現地で見ると写真だけじゃわからない空気も伝わるでしょうね。これ南シナ海の周りで協力を見せる意味もあるよね。みんなはどう受け止めるじゃん。僕は実際に動く場で結びつきが強くなるのが印象的だと思ったのだ。次の話でもその流れが見えてくるのだ。お次は小泉防衛大臣がインドネシアで会談した話なのだ。ジャカルタまで行って何を詰めてきたのかしら。海の国同士って感じで相性も気になるじゃん。会った相手はインドネシアのシャフリ国防相なのだ。両国の防衛関係を新たな高みへって言い方がかなり強気ね。言葉だけじゃなくて具体的に何を話したのかが大事だよね。ポイントの一つはいわゆる5類型を撤廃した流れを受けて装備や技術の協力を話し合ったことなのだ。前は輸出できる装備を条件で区切っていた枠みたいなものなのだ。要するに前より装備のやり取りを進めやすくなったってことね。武器回りって聞くと重いけど技術のやり取りまで広がると一気に話が大きくなるじゃん。それから時間給などの対話の枠組みを作ることや軍事情報の保護も議論したと見られているのだ。情報の守り方が整ってないと協力も広がらないものね。スマホのパスコードを甘くすると大変みたいな話を国でやる感じかも。守りが先だよね。この後海洋安全保障、災害救援、防衛技術の協力を盛り込んだ文書にも署名したのだ。海だけじゃなくて災害対応まで入るのがインドネシアらしい広さね。島が多い国だと海の安全と救援がセットになりやすいよね。みんなはこの連携どう見るじゃん。防衛の話だけど災害でも役立つ部分があるのは見逃せないのだ。最後は15歳未満の子供の数が1329万人になった話なのだ。去年より35万人も減ったのね。数字で見るとかなり静かに進んでいる感じがするわ。45年連続って積み重なるとすごいじゃん。学校のクラス数にも響きそうだよね。1982年から毎年減っていて今回が過去最小なのだ。出生数が減る流れがそのまま出ているのだ。しかも総人口に占める割合も 10.8% で過去最低ね。1割ちょっとしかいないってちょっとびっくりするじゃん。年齢が下がるほど人数が少なくて0歳から2歳は213万人だったのだ。下の年齢ほど少ないのはこれから先の人数の差がそのまま見える感じね。保育園とか小学校とか地域の作りにもじわっと効いてきそうだよね。世界人口4000万人以上の国と比べると韓国に次いで2番目に低かったのだ。
日本の少なさが国際比較でも目立つわけね。こういう順位ってあまり嬉しくない方で気になるじゃん。それと都道府県別の割合は去年の国勢調査の結果がまとまっていないから公表が見送られたのだ。都道府県ごとの差まで見たかったのに、そこはお預けなのね。でも地域差がわかると対策の話も変わるし、続きが気になるよね。みんなはどこが一番気になった？少子化は単に子供が少ないってだけじゃなくて先の暮らし方までつながる話なのだ。ここでちょい豆知識いくじゃん。少子化って実は使い方が結構広いよね。広いとはどういうことなのだ。子供の数が減ることもあるし、出生率が人口を保つ水準を下回る状態を指すこともあるよ。今の人口学だとこっちの意味が中心なんだよね。同じ言葉でもどこに重点を置くかで見え方が変わるのね。それとこの言い方が広まったのは1990年代で、2000年代に入ると人口学の言葉としてかなり定着したんだよ。言葉の歴史まであるのだ。僕ただの人数の話だと思っていたのだ。しかも人口が安定するのに必要な出生率って考え方までつながってるから単なる印象じゃないよね。なるほどね。短い言葉でも背後はかなり重いわ。今日は防衛の動きと人口の数字が並んでなかなか考えさせられたわ。気になったニュースがあったらコメントで教えて、概要欄のリンクも見てみてね。また次回も一緒に見てほしいのだ。